謝罪出したんだ。よくわかんないけどさ、誰に謝るの？中居くん謝罪ちょっと調べていいですか？なんで本人にはもう謝ってるんでしょ？なんで被害者にもう謝り済みなんじゃないの？和解とかで。なんかご心配おかけしました的な、世間の皆々様。あ、そうなんだ。公式サイトを見ればいいの？中居謝罪公式サイトとかにするのかな？なんだろう、どこで見ればいいの？中居さんやらかしたの？結局何をやらかしたかが、まだ事実としては出てない気がするんですよね。みんなこうじゃないかって言ってて、被害者の人もこうだとは言ってないし、報道でもなんかこうと言われているみたいな話で、なので具体的に何があったのかというのを全くわからないまま、みんなこう想像で喋っているっていう。あ、お詫び公式サイトつながりにくくなってます。あ、そうなんだ。中居声明って書いてある。いや、結局だからみんな憶測で喋ってるだけなんですよね。なので、真実がわからないというのが今のところなんですけど、やっぱり僕が気になるのは、示談住んでるので、示談に関してのことの守秘義務があるはずなんですけど、それをなんかぶり返してしまうと、果たしてその示談という行為に意味があるのかっていうことな気がするんですよね。中居さんが今回のことで、じゃあ芸能界引退しましたってなったとしたら、じゃあ和解金9000万円って何だったのっていう話になると思うので、和解をしてもしょうがないよねってなってしまうので、今後なんかね、和解をしないというパターンになる気がするんですよ。で、それはそれでなんか被害者にとって良くないんじゃないかなと思うんですよね。結局その和解しようがしまいが、どうせなんか文春だか新潮とか流されて、で、それでお金も取られっぱなしになるんだったら、被害があったとしても知ったこっちゃねえよっていうので、押し切っちゃった方が得だよねっていう。押し切っちゃった人だけが社会に残るっていう形になると思うんですよね。アベマでひろゆきブームがなんちゃらっていうのが朝日新聞の記事にあったのでちょっと話をしたんですけど、結局なんか押し切れる人だけ社会に残るようになっちゃうっていうことだと思うんですよ。で、僕割とその世間の人にいろいろ言われたとしても押し切っちゃってなんとか生き残れてしまう人じゃないですか。テレビ一切出れませんって言っても別になんかそんなに困らないので、YouTube でやりますとか、じゃあ Twitter とかでやりますとか、じゃあニコニコ動画でやりますとか、別になんか、いくらでもいろんなサイトは自分でも作れるので、なので、押し切れる人だと別にもう、どうせばらされるんだから和解なんかしねえよ、ごめんなさいって言って、押し切るっていう。で、それで生き残るってことになるので、何らかの被害を受けた人が、今後その被害が回復されないのが当たり前になってしまうっていうのがあんまり方向性としてよろしくないと思うんですよね。一応法治国家である以上、和解の契約をした以上は、やっぱりその和解の条項を守るべきだよねという話になるべきだと思うのですよ。約束は守らなくていいよね、知ったこっちゃないよねっていう生き方もあるんですけど、一応契約約束は守った方がいいよねっていう社会の方がいいんじゃないかなというふうに僕は思うんですけど、だからガーシー再ブレイクしちゃうよね。結局だからガーシードバイだから逮捕されたんですけど、別になんか日本の法律なんか知ったこっちゃねえやっていう国交のない国とかでやられちゃったりすると、もうどうしようもないと思うんですよね。あ、先方と主義ありましたっていうの書いてあるの？ちょっとなんか声明がわからないので、結局だから示談にしてお金払ってもそれが社会に出てしまうのであれば、示談をする意味がないよねってことになってしまうと思うんですよ。なので、悪いことをしたんだから社会的制裁を受けるのは当然であるって考える人がいるのはわかるんですけど、そうするとじゃあ、和解なんかする必要ないよねってことになっちゃうと思うんですよね。Yahoo で文章が出たのでコメント読みますね。この度は皆さんにご迷惑をおかけしていることを大変申し訳なく思っております。報道内容においては事実と異なるものもあり、相手様、関係各所の皆様に対しては大変心苦しく思っています。これまで先方との解決に伴う守秘義務があることから、私から発信することを控えておりました。私自身の活動においてもご苦労を強いてしまっていることが多々発生しておりますので、私の話せる範囲でお伝えさせていただきたいと思います。トラブルがあったことは事実です。そして双方の代理人を通じて示談が成立し、解決していることも事実です。解決に至っては、お相手様のご提案に対して真摯に向き合い対応をしてきたつもりです。このトラブルにおいて一部報道にあるような手を挙げる等の暴力は一切ございません。なお、示談が成立したことにより、今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました。また、このトラブルについては、当事者以外の者の関与と事実はございません。最後になります。今回のトラブルは全て私の異端な朝によるものであります。この件につきましては相手様がいることです。動画本件について憶測での詮索、誹謗中傷等をすることのないよう、切にお願い申し上げます。皆様に心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。2025年1月9日、のんびり中井正宏。この今僕が言ったのんびり中井は、
中井さんの会社の名前がのんびり中井なので、会社名が入った後に中井正宏という本名がついたって話で、日付と名前なのにのんびり中井というわけのわからない言葉を入れたという不思議な状態ではないです。で、今分かった事実は、暴力は振るってない。これは確定なんですよ。で、それ以外、どういったトラブルかは何も書いてないんですよ。性的なことがあったのだという憶測で割とこう書かれている文章をよく見るんですけど、それをなんか事実であるという証言証明は今のところ僕が見る限りはないのですよ。なので、暴力ではない何かのトラブルで9000万円を払って和解をした。というところが今のところの事実の積み重ねなんですよね。和解条項にもある通り、暴力ではないというところで契約を結んでいる以上は、それは暴力ではないと双方が認めているということだと思うので、暴力ではないんじゃないかなと思います。はい。ね、中井くんが和解くんだったっていうね。性的暴力がなかったとは書いてない。違います。暴力がなかったので、性的行為がなかったとは書いてないです。なので、暴力を伴わない性的行為だった可能性はありますけど、少なくとも暴力がないというところが、今のところは事実として確定しているとなります。それは両者合意の上で。ただ、和解事項としてこうだったというのを中井さんが言ってるだけなので、実はその反対側の弁護士との結んだ契約が全然違う話の可能性もゼロではないですけどね。はい。一応今僕が読んだのは、中日スポーツに書いてるやつを全部読みました。和解と許すは違うと思う。許すではないんですよ。なので和解というのは、お互いにこれ以上これについて話をしませんとか、じゃあこれ以上なんか請求はしませんとか、支払いはしませんとかっていうので、許すか許さないかという感情的な問題は和解においては文章化はされないんですよね。人間の感情をどうするというのを、例えばじゃあ全く怒らなくするみたいなことを書いたとしても、人間の感情のコントロールできないじゃないですか。なので、感情に関して許す許さないというのは基本的には和解条項に入らないので、感情的に許さなかったとしても、どういったことがあるかということを世の中に出さないとか、それを公言しない。その代わりに9000万円払うみたいな感じで契約書を作るというのが一般的な行為ですね。これもだから一晩かどうかわかんないんですよね。憶測だけでみんなで話をしてるって感じですね。お金で解決したってことですね。はい。100万円じゃ納得しないけど、9000万円なら納得しますみたいなね。でも、なんで9000万だったんだろうね。大台の1億乗せればいいのにって思うんですけどね。僕弁護士だったら、もう大台1億いっちゃった方がよくないですかみたいなので、もう9000万も1億も大して変わんないじゃないですかみたいなので、押し切れると思うんだけど、なんで、なんかね、9000万で引いたんだろうね。中絶手術が痛かった。その後も痛いって日記書いてた女が、これも憶測なんですよ。それが、まずその日記を書いていた女の人が、この中井さんの書いている相手方の方かどうかもわからないんですよ。で、さらに、手術がなんたらも、中井さんが相手かどうかもわからないんですよ。なので、これは憶測でしかないんですよね。その可能性は高いかもしれないですけどね。知らんけど。僕相手が誰かも知らないので。なので、少なくともなんか、憶測だけで話をするというのはどうなのかなというふうに思ってます。はい。だから今のところ、憶測ではない部分っていうのが、暴力は振るっていない。9000万円を払った。そして、何らかのトラブルが起きて、それが解決したというのは、お互いに合意している。っていうところが今のところの事実として分かったことです。それが分かりません。なので相手が誰かも分からないです。元アナウンサーかどうかも分かりません。はい。SNS は中井くん叩きばっかりでやんと2個人目でした。いやー、だから中井くんがトラブルを起こしたのは悪いけど、やっぱり契約を守らない相手も悪いんじゃないっていうふうに僕は思うんですけどね。約束は守るべきだよねっていう論理があるじゃないですか。約束は守るべきだよね。約束を守るために9000万円払いましたっていうのに、約束守りませんでしたっていうのって、約束守るべきってモラルなかったっけ日本って思うんですよね、僕は。中井さんがやったトラブルが何か分かんないけどね、それは中井さんが悪い。中井が良くない。これは当然僕も同意します。でも、いや、相手も約束破ったら、中井くんも悪いし、相手も悪いで、両方悪くねっていうふうに僕は思うんですけど。たまには真面目な質問です。9000万円自宅金を受けてから、やっぱ許さねえで訴追した場合、9000万円は返さなくていいですか？多分、返せという訴訟を起こされた場合は、返さざるを得ないのですが、その場合は多分、中井さんが、結局、相手がどういう人で、何がありましたというのを公表されることになるので、結果として中井さんもダメージがあるので、中井さん9000万円払って泣き寝入りっていうパターンかなと思いますけど、和解金出したなら OK じゃないのをずっともやめや、特別中井くん好きじゃないけどかわいそう。いや、そうなんですよね。なんか、9000万円払っ
って9000万円受け取ったにもかかわらず、リークをするというのはどうなんだろうねって思いますけどね。中井さんの件ですが、弁護士をつけて裁判所にて民事で和解したんですかね。裁判所は行ってないと思います。私なら裁判所を通して民事訴訟をします。裁判所を通したとして、和解の組めることをしたとして、必ず行われると思いますし、そこにこの事柄について他言無用と書けばよかったと思います。中井さんが名誉のためにそれともしちゃうかな。多分、普通に裁判までは持ってってないと思うんですけど、本当にやるのであれば、多分その後交渉人のところに行って公正証書にするとかにあれば、じゃあその和解事項を破った場合は罰則的な、罰金がありますよみたいなの作れるんですけど、そこまでやる必要もないよねというふうに思ったということだと思うんですよね。自我ってどこから来てどうして生まれるんでしょうか。解明されてないですが教えてくださいませ。ないです。自我があると思い込むように作られているだけで、基本的には自我はありません。なので、動物とか植物とか昆虫とか、独自に何かを判断して動いているように見えるだけで、実態はその刺激に合わせて反応しているだけなんですよね。人間の脳っていうのも、自分が思って動いているというふうに思い込まされているだけで、手を動かすときに、手を動かした後に手を動かそうと人間の脳が思考をしているという場合もあったりするんですよ。手を動かせという命令が先に出ていて、で、その後に自分が手を動かそうとしたと思い込むという信号が動くっていうのがあって、なので、実は人間って自分が自分をコントロールしているように見えて、あんまりコントロールできてないんですよ。例えばじゃあ、腹が減ったという信号って、自分自身でコントロールできない人が多いじゃないですか。なんか突然腹が減って、で、腹が減ってしまったから、じゃあ何かを食べなきゃいけない。腹が減ったという信号にコントロールされてるんですよね。で、性欲の強い男性とかって、この女の人に手を出してはいけないっていうふうに理性があったとしても、気がついたら手を出してしまいました。みたいなのが、なんか気がついたらズボンを脱いでましたとか、裸で何が悪いみたいなことになったりするんですよ。なので、自分自身が思っていることと、実態の行動がずれるというのは人間ではよくあることで、実は人間というのは自分自身をコントロールしているわけではなくて、勝手に動かされているところをコントロールしていると思い込んでいるというだけなんじゃないかなと思います。世界仰天ニュースを見たら中井正広の密連れで笑福亭鶴瓶も巻き添えくらけされてました。あ、そうなんだ。なんかあったんだ。笑福亭さん。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。